今回のテーマは未来を仕込むです。この未来を仕込むっていうこの話を始めるにあたってですね、まずはこの言葉を紹介したいと思います。この言葉です。未来はいずれやってくるものではない。今日仕込むものである。どうでしょうか。この言葉はですね、去る高名な、僕の言葉なんですけど、もちろんネタ元はあるんですよね。ピーター・ドラッカーの言葉なんですよね。未来は明日作るものではない。今日作るものであるっていうピーター・ドラッカーの言葉がありまして、それをちょっとアレンジした。それにインスパイア系なんですけどね。未来はいずれやってくるものではない。今日仕込むものである。この言葉です。それはさておき、今日のテーマ。未来を仕込むです。タスク管理界隈だとですね、有名な時間管理マトリックスっていうのがあるんですよね。こういうやつです。一方の軸に緊急度っていうのを取って、他方に重要度っていうのを取って、それぞれに高低っていうね、高い、低いっていうものを表示すると、こんなマトリックス、マス目ができるわけですよね。問題は、これをどういう順番でやっていくかです。で、順番って考えたときに、もちろんね、その重要度が高くて緊急度が高いっていう、ここが一番先だろうっていう、これは誰でもわかると思うんですよね。で、他方で、緊急度が低いし重要度も低いっていうのは、一番後回しだよね。これもわかると思うんです。問題は、ここですよ。この重要度は高いんだけど緊急度が低いっていう物事ですね。緊急度が高いんだけど重要度は低い。これをどうするかですね。で、そうしたときに、とかく皆さんどうでしょう。こんな感じでやってしまってはいませんかっていうことなんですよね。どうしても緊急性っていうもの、緊急度が高いっていうものをどうしても優先してしまうっていう感じですよね。だって緊急度が高いんだから、やらなきゃしょうがないでしょっていう話なんですよね。っていうふうに、得てしてなりがちなのかななんていうふうに思います。なんですけど、これには、一般に正解とされるものがあって、こうなんですよね。重要度が高いものをやるっていうことです。ここですね。重要度が高いものをやる。それは、これですよ。変な言い方すると、緊急度が高いものよりも、緊急度が低いものの方を先にやりなさいっていうことなんですね。なぜなら重要度が高いから。こういう話なんです。で、こうすると、一瞬、って思いません？だって緊急度が高いものをほっといて、緊急性が低いものを取り組めっていうことになっちゃう。本当にそれでいいんですかっていうふうに一瞬思うんですよね。なんですけど、得てして起こりがちなのは、重要性っていうものをあまり考えずに、緊急性が高いからっていうね、緊急性が高いっていうものばっかりをやり続けていって、その結果、重要性が高いんだけれども、緊急性は低いですっていうものが放置されてしまって、で、それがだんだん緊急性が上がってきて、もう重要かつ緊急だという、ここですよね。重要かつ緊急だっていうところになって、初めて大慌てで対応すると。で、その結果、時間切れで間に合わなかった、みたいな。思う成果が出せなかった、みたいな事態ですよね。で、そうすると、ここから、気づける大事なことは、緊急性って刻々と変わるっていうことなんですね。刻一刻と変わる。しかもそれって緊急性が高まる方向に変わっていくっていうことですよね。時間の経過とともに緊急性っていうのは上がっていくんですよ。緊急性が下がっていくって普通ないですね。なぜなら緊急性って、期日とか締め切りっていうのにね、紐づいていて、それって要するに時間が経てば経つほど近づいてくる、迫ってくるものだからですよね。時間の流れに沿って
緊急性っていうのは、時間の流れに沿って確実に迫ってくる、近づいてくるっていうものなんですよね。どん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 緊急性っていうのはほっとけば高くなっていくっていうことなんですよね。だからこそ、重要度が高いものを、緊急性が低くてもやる。要するに緊急性が高くなっちゃう前にやる。重要性が高いものはですね。っていうことなんですよね。で、そのことを明確にするために、この重要度が高くて緊急度も低いっていう、ここですね。ここを第二領域って言ったりもします。この第二領域っていうのをいかに取り組むか。第二領域にいかに着実に確実に取り組んでいくか。そのための時間をいかに確保するかっていうのが、鍵だったりしますね。で、この第二領域のための時間を、たとえ、短くてもですね、定期的に、定例的に確保する。で、しっかりと取り組むっていうことで、分かってはいるんだけど、ついつい後回しになっちゃう。みたいな、あんなこと、こんなことを少しずつでも着実に消化していくっていうことですよね。で、そのことで、それをやっているとですね、積み残しになっていた懸案事項などがですね、徐々にですけど、着実になくなっていきます。未来への仕込み、種まき、そういったものも少しずつでもできていくっていうことですよね。まさに、未来はいずれやってくるものではない。今日仕込むものである。これなんですよ。とはいえ、一番の悩みはその時間をね、第二領域をちゃんとやるっていう時間をどうやって確保するのかっていうところかもしれません。一番の、具体的に考えた時の一番の悩みはね。で、ここはあくまで僕の個人的意見ですけれども、僕のおすすめはもう圧倒的に朝ですね。早朝です。朝はとにかく周りが静かですしね、突然の中断みたいな、なんか電話が入った、メールが入ったみたいなことっていうのは基本ないですね、早朝は。何より自分自身もね、起きた直後ですから、ある意味フル充電状態なわけですよね。で、このまとまった時間がある程度取れて静かで、そして自分自身もフル充電。この朝の時間帯に時間を確保して、第二領域にみっちり取り組むわけです。そうすると実にね、なんていうか、すがすがしい気分で一日を始めることができる。なんか今日も、やったな、よし、こっから一日充実して始まるぞ。なんかそんな気持ちになります。一日をこうやって気持ちよく始められるって、なんかそれ自体ですごく価値のあることだと思うんですよね。自己実現的予言っていうやつがありますけれども、今日はいい日になる。そう思ってると、いいことばかりが目についてくるっていうやつですね。なので、ぜひ朝おすすめします。が、朝やるかどうかっていうのはことの本質ではないので、大事なのは第二領域に集中する時間を定期的に取る、定例的に取るっていうことです。そして、そうやって第二領域に取り組む時間を取ってですね、未来を着実に仕込んでいきましょう。今回は未来を仕込むについてお伝えしました。この学びに感謝します。この学びをお伝えすることができたことに感謝します。このお話を聞いてくださったあなたに感謝します。飯野洋介でした。最後までご視聴ありがとうございました。